皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、なんか届いてるんですよね。開けてみましょうか。あれを狙っているのか。まさかあれを狙っているのか。あれはまずい。クラフトワークスさんですね。今回はね、さすがにいけるでしょう。どう考えても観音開きでゴー。おー、はい。というわけでですね、RS3MV5。苦手の 56mm キューブなわけなんですけれども、ちっちゃいな。箱ちっちゃいな。箱ちっちゃいな。はい。というわけでですね、こちら RS3MV5 なんだけれども、まあ、なんか、ちょっと違うカスタムキューブみたいな感じですね。やることがねえんだよ。透明内角マイ UV。かわいい名前ですね。マイちゃん。マイちゃんらしいですね。こちらのキューブは SAO コラボということでですね、なぜかソードアートオンラインとコラボしているキューブらしいんですよね。なぜソードアートオンラインってさ、ルービックキューブの描写あったっけ？誰か持ってた？いや、まさか、この中にキリトくんが入ってる。スターバーストストリームやっていきましょうか。どっちがキューブかな？こっちかな？こっちがキューブかな？外れてるじゃねえか。2分の1私よく外すんだよね。USB ケーブルのさ、こっちとこっち、いつもね、外すのよ。コンセントのやつでさ、USB ケーブル充電器でさ、こう挿すじゃん。タイプ A って言えばいいの？なんて言えばいいんだろう。あれのさ、なんかこうなってないと入らないのにさ、私必ずさ、こっちって思ったやつ外すんだよね。わかる人います？付属品は、アクセサリーボックス。見ねえ。ソードアートオンラインキューブですね。このキューブを使うことによってユニークスキルスターバーストストリームが3回まで使うことができます。そう、キリトくんのようにと書かれておりますね。AO5 には耐えられないらしいです。3回しか使えないらしいですね。あと2回は頑張りましょう。やはり猛牛は青が手前っすね。ガンキューブは緑なんだけどね、ガンに対抗しておりますね。はい。というわけで、苦手の 56mm キューブなんだけれども、ちょっとね、以前レビューした RS3M ちゃんが結構良かったんですよ。V5。で、まあ、私は 56mm キューブっていうのが苦手なので、まあ、ガンキューブはじめ、基本的には、まあ、50、これ実際は 55.7 とか、UV コートが入ってて 55.9 とかになっちゃってるみたいな感じなんだけれども、基本的には 55.7 とかのキューブサイズのはずなんですよね。なんだけれども、なんか本当にね、こことここが0.1ずつ大きいっていう、この感じが多少なんかやっぱ大きいなって思っちゃう人で、どうしても私は55.5クラスから54ぐらいまでのサイズ感がいいなっていうのがあって、単純に回しやすいとかそういうのではなく、サイズっていうところで敬遠してたっていうところがあるんだけれども、今回はですね、全く同じコピーキューブみたいな感じではなく、V5 とは全く別キューブというような感じになっているっぽいので、まあ、せっかくだったらと思って買ってみたというところですね。例えば RS3MV5 と RS3MV5SE とかっていうのって、なんかまあバネになったよとか、なんかロゴが黒くなったよとか、いや何が違うのみたいな感じなんだけれども、はい。これ、ちょっと見てください。いきますよ。ホーミングがあるんですよ。オートホーミングがあるんですよ。これちょっと買ったばっかりなんで、今もうカサカサな感じなんで、なんかこう中途半端な感じのオートホーミングになってますけど、ほら、なかなかオートホーミングがあるでしょ。RS3MV5 ってコアがめっちゃちっちゃいんで、ガンの12と全く同じ感じなんですよね。ここでこの子が反発してくれて、で、まあ一応、ここのネジとかを取ると、磁気浮上するよというような感じで、ガンの12と全く同じ作りになってるんだけれども、こんなにオートホーミングないよね、みたいな。そういう感じのキューブだった記憶があるんですよ。まあ私が過去にレビューをしてるんだけれども、
V9 がとってもおとなしくなったという感じのキューブであるのに対して、この子はですね、結構ホーミングがある面白いキューブになっているんですね。アクセサリーボックスとか見てないんだけれども、もしかするとね、キューブのね、このコアの部分にキリトくんフィギュアとかが入ってるかもしれないんでね、ちょっと念のために、もしかするとキリトくんのフィギュアが入ってるかもしれないんでね、透明じゃあねえか。何にも入ってないじゃないか。キリトくんがいないよ、キリトくんが。おかしいな。ソードアートオンラインコラボなのにさ、どこにもソードアートオンラインの要素がないのはなんでなんだろう。こんな感じのコアになっていてですね、RSLM-V5 というのはこれぐらいのサイズのとってもちっちゃいボールコアというのが入っているので、このずれた位置の、要はここですね。ここのところにガンの12と同じような反対の磁極というのが発生していて、この子が一人二役をやってくれていると。エッジの足に磁石を入れなくっても、ここでくっついて、ここで反発して、つまりここの摩擦を軽減することができてるよ、みたいな。モーユーが作ったガンの12っていうのが RS-LM-V5 なんだけれども、これはですね、ボールコアというのではなく、簡単に言うと旧型のコアというかね、初期モデル的な感じの昔ながらのコアマグネットみたいな感じにしてあるんだけれども、やっぱこことここのね、コアマグネットの磁石が近いというのがあるので、この子がね、しっかり反発してくれてるっていうのがあるんですよね。なので、オートホーミングの機能が結構強いというところなんだけれども、これなんかさ、磁石ちょっと出てる？そんなことないかな。ちょっと自分で後でレビューをした RSLM-V5 のやつの動画と見比べてみようかなと思うんですけど、これなんか結構出てません？そんなことないかな。はい。というわけで、内部のピースが透明になってとっても綺麗になったよというのと、あとはコアマグネットの引き付けとかそういったのが、少し変わってるよというところがあるので、RSLM-V5、内部がターコイズ色のやつですね。あのキューブとは全く別キューブになっているんですね。なので、これだったら買う価値あるかなと思って、購入してみたみたいなところでございます。通常版の RSLM-V5 のマグレブバージョンもすごく良かったんですけど、やっぱなんかね、マグレブってちょっと硬いなっていうイメージを個人的に持ってて、スプリングモデルの方がコーナーカット、リバースもコーナーカットも両方ともですね、ちょっとなんか柔らかいようなイメージがあるんですよね。で、あとは、潤滑剤は今となってはですね、めちゃめちゃ軽いキューブとかを使ってるんで、軽い潤滑剤を私は多分これ入れちゃうかもしれないんだけれども、この底の部分ですよね。このカップの底の部分とかにやっぱバネが接触してるので、マグレブよりもやっぱ摩擦感っていうのはあるんだけれども、それは結局マグレブタイプにディグニタスとかグラビタスとかそういった重たい潤滑剤を入れたのと結局一緒じゃんみたいな感じにしてくれてるので、要は簡単に言うと調整がしやすいっていうところですよね。軽すぎるんで潤滑剤どうしようみたいなのとか調整に時間がかかるっていうことがなく、本当にガンルブ1とかそういうのとかを適当に突っ込んどくだけですごい回しやすいねという風に、なってくれるいい感じの摩擦をスプリングって生んでくれるんですよね。なので、スプリングだったし、でキリト君がワンチャンいるかもなと思って、ちょっと買ってみたんだけど、今のところはちょっとキリト君見当たらないっすね。ちょっとネジを5回締めて初期状態に戻してみました。初期状態はこんな感じですね。緩くもなくきつくもなくみたいな感じだと思うんだけれども、コーナーカットは、いつも通りね、勢いよくやったら45度とか多分切れねえじゃねえか。この辺は切れますね。この辺は切れるんだけれども、45度はだいぶ今きつかったですね。で、リバースはこのラインのところとかはね、やらせてくれねえじゃねえか。こちらにちょっとだけ締めた CEM プロちゃんがいるんですが、この UFO 型のところに触れないぐらいまでの結構もうビヨンビヨンみたいな感じで使ってるんだけれども、これもですね、いろいろあって、ピンクの天雲とかを使ってたり、実は今ここにですね、自分でカスタムした V9 がいるんだけれども、動画に入れたい？しょうがないな。これ自分でカスタムした V9 なんだけれども、いや、ビヨンビヨンだなみたいな。やばいでしょ、これ。今、これとかを普通に使っていたんだけれども、ここのところにですね、1ミリの磁石を追加していて使ってたんだけれども、11めっちゃ使ってたんですよ、実は。
11を使っててですね、やっぱり V9 とかの、かなり強烈なコアマグネットっていうのが、なんかやや重たいなって思うようになっちゃって、11が軽すぎるんだけどね。で、この磁石を、1ミリ追加でつけてたやつを取ったらですね、コアマグネット自体がウェイロン11みたいな感じになって、かつ接地面のマグネットっていうのはこっちの方が強いんで、ウェイロン11チックな軽い回転の V9 みたいな感じになってですね、すげえ使いやすかったんですよ。こんな感じ。全然ホーミングないでしょ。でも1ミリの磁石とかをつけると、この辺からバコーンつって吸い付いてくれるんですけど、11チックな V9 というのがすごく良くて。ただやっぱりちょっとこれはコアマグネットもそんなに効いてないっていうのもあるので、これ私がこうやってボールコア勝手につけてカスタムしたただの V9 です。見ての通り、フロステッドなんでね。で回しまくって指の跡がめっちゃついてるみたいな、めちゃめちゃ使ってるんだけど、実は好きで。なんだけれども、やっぱちょっと安定感っていうのがねっていうのがあって、この子をですね、また再度セットアップしたらめちゃめちゃ良くなってですね。でもやっぱり重いんだよね、ちょっと。みたいなのがあって、ちょっとこういう軽めの感じのキューブがいいな、みたいなのがあったので、そういや V5 結構軽かったじゃんとか思って買ってみたんだけれども、今ちょっとこうやって軽く触ってみてる感じでは、やっぱこの CM プロみたいなマグネット結構強いねみたいなのとはちょっと違う感じですよね。磁石自体はね、そんなにこの子強いわけじゃないんですよ。そういう記憶だったんだけど、実際今こうやってキリト君触ってみても、そこまでね、強いっていう感じではないですね。これ元々の V5 よりも磁石が強くなってるんですよ。元々の V5 ってこんなにオートフォーミングないんで。なので V5 を知ってる方がこれ触るとなんかちょっと V9 の方に寄ってる作りになってるなというふうに感じる方がいらっしゃるかもしれないんだけど、初期状態の潤滑剤とか多分ついてないかな、っていう状態でもオートホーミングしっかりあるんで全然オーバーランせずになんかちょっとビヨンって戻るみたいな。なんだけれども V9 とか、例えばこれなんて V9 にそっくりなんだけど、こういうキューブとかみたいなバコーンみたいな引き付けがあったり M がめっちゃ重いみたいな、そういう感じはないっすね。ないね。もしかするとね、結構これ理想のキューブかもしんないですね。サイズがもうちょっとちっちゃかったらな。ちょっとレディーに体重聞くのもあれだけど、やはり聞いておこうか。はい、いつも美味しいコーヒー入れてくれてありがとう。ハリオの体重計でね、測っていくと、74.89。5いけよ。5いけいけはい、いつもありがとう。というわけで、75g。これぐらいの重さのキューブですとね、なんか結構こう、回してる感というか、指に乗っかってくる感じみたいな、そういったところとかが、期待できますから、結構なんか楽しみなキューブですね。一応、ちょこちょこ回してみようかなと思うんだけれども、どうだろうな、回転はもう当然ね、買ったばっかりっていうのもあるんだけれども、軽い。とりあえず軽い。軽いけど、スプリングが入ってるんで、ウェイロン11とか V10 とか、昨今のいろいろなキューブですね。ほぼ変化がない間違い探しキューブ。やつらに比べるとかなりおとなしい感じがありますね。潤滑剤とかは、人によってはシルクとかスピーディーとかカームとかね、いろんなやつつければいいと思うんだけれども、私は今めちゃめちゃ軽いキューブをちょっと使っちゃってるっていうところがあるんで、このスプリングだけの摩擦感っていうのが軽すぎるキューブにグラビタスとかそういうのをちょこっとつけたよというのと同じぐらいの重さがあるように今私は感じているので、もうちょっとネジ緩めてとかの方がちょっともうこういう感じね、こういうビヨンビヨンみたいなこういう感じのキューブを回してる私にとっては回しやすいかなっていうのもあるけど、回転結構軽いから回りきってくれればコーナーカットが引っかかるっていうことはなさそうな感じですかね。サイズはですね、先ほども述べた通りですけど、ちょっとこんな感じ。ちょっとでかいっすね。こんな感じ。こんな感じ。ちょっとガコってなってるでしょ。安心と信頼のモーユーボックス呼ぶ？出てこねえんだよな、こいつ。シャイだから。もうね、モーユーボックス親玉でいきますわ。はい、押せちゃうんですね。
で、逆からいきますと押せませんと。これは 55.0 かな V9。でこの子が 55. 点なんぼでも 55.7 とかはない。いや一緒だな。一緒っぽいっすね。ほら一緒だ。一緒だ。GM プロと同じ大きさですね。UV コートのところとかが、含まれた上で 55.7 だったっけ、この子。55.9 はなかった気がするんだけれども。だから多分この子も、公表値自体は 55.9 とかになってるかもしれないけど、ギリ55ミリキューブって言える方だと思う。55.7 ぐらいだと。GM プロと全く同じ大きさという感じですね。なんかガンキューブとかみたいにエッジのサイズは一緒でコーナーだけちっちゃくした云々とかではなく、全体的に、同じような感じの比率で小さくしてったよみたいな、そういう感じのキューブですかね。こうして並べてみるとやっぱりちょっとでかいですね。 55.0 に比べるとやっぱちょっと一回りぐらいでかいイメージがありますかね。特になんか色が見やすいみたいなのはなさそうな気がするんだけれども、なんかちょっとだけですね、色はなんか濃く見えるような気もしなくもない。なぜかわかんないけど。普通にパネル式だし、なんか内部のこの辺がブラックとかそういったのはなく普通に透明なんで、簡単に言うとこの内部原色と同じような感触なのかな。でもなんかちょっと暗くは見えますよね。透明なんだけどね。軽く潤滑剤つけてとかで設定をして回しているんだけれども、すでに紫カップに変わっているというね。バネで一番最初回していて、結構なんか摩擦があるなというふうに思ったんですね。なのでもう早速ですね、V9 につけていた紫カップのマグレブに交換をして使っているんですが、やっぱりなんかちょっとこうね、今の一番最後の F2L のところとか OLL もそうなんだけど、多少なんか硬そうだなというふうに思われるのはそのためで、実際やっぱね、なんかちょっと直線的になるんですよね。なので、こんな感じでネジを緩めてみたいなんで、結構どん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 緩めていったかな。そんな風にして、なんとかして GM プロとか、V9 とかみたいな柔らかさが出ないかなと思って一生懸命回しているんですが、これはね、単純にマグレブを入れたことによってちょっと硬くなったというところなので、あとはやっぱりね、UFO 型のやつの方が、柔らかいっていうのが個人的な意見なんだけど、YS3M に結構似てるかな。だから YS3M もすごい緩めて使っていたっていうのはそのためで。で、これもめちゃめちゃ緩めればよかったかっていうとそうじゃないんですよ。めっちゃ緩めるとパーツ形状とかっていうのはYS3M と似てるってわけじゃないけど、同じような感じなんだが YS3M はガンガン緩めても大丈夫だったんだけど、この子はね緩めると途端にガシャガシャぐしゃぐしゃしちゃってですね、すごく回しにくかったんで、ある程度のところで緩めてみたいな風にして使っていたんですね。で、ちょっとね面の音とかをちょっと今出すのでよかったら聞いてみてください。こんな感じでキューブのセンターの横っちょ、エッジでもいいんだけどセンターの横っちょのところの摩擦が結構あるなということに気づいて、横っちょのところにカームをつけたんですね。そしたらガサガサガサみたいなのと、あとはちょっとブレーキ感みたいなのがだいぶマシになったんで、足にどんなにステルスつけてもなんか全然ガサガサして回転軽くなんねえなとか思ったんで、センターの横っちょのところにつけたら、だいぶ良くなったと。で、あとはね、今見ていただいた通り、これはもうスプリングに交換したんだけれども、なんかやっぱマグレブ的なね、硬さみたいなのは結構なくて、こんな感じで結構快適に回るようになったので、よくできてますね。このキューブは個人的にはスプリングの方がいいんじゃないかなっていうのがありますが、やっぱりね、なんかこう45度付近での減速というか、これは私が帽子型とか、マグレブに手が慣れすぎてるっつうだけなんだけど、ちょっとなんかね、みたいなところがあって、結構ね、今もネジ調整したりとかっていうのがありましたけど、かなり調整、セッティングに苦労しているというところですね。
キューブ自体はすごく性能が良くて回しやすいです。すごくいいキューブです。ただ、なんか本当に好きかどうかとかっていう話、得意かどうかっていう話なんだけれども、私は結構苦手なキューブですね。なので、まあ、好きになるかもしれませんね。苦手なキューブの方がですね、なんとかして使い込んでやろうみたいな謎の闘争心が湧くので、このキューブは結構潤滑剤とか調整も含め、だいぶ長いこと使うことになりそうです。久々にしてはまあまあだな。はい。というわけで回していったんだけれども、こちらのキューブはですね、やっぱりスプリングが入ってるということもそうなんだけれども、途中で見ていただいた通り、この子に入っていた紫のマグレブというのを実は早々にもう交換してですね、マグレブで回したりしてたんですよ。というのも一番最初ですね、ここの摩擦ですね。この透明のところ、エッジとセンターが触れるこの面のところ、ここの摩擦が、結構重たいのかなというのがあったんだけれども、そこよりも多分バネの摩擦っていうのが結構強いのかなと思ってこっちにすぐ変えたんですよ。ここがですね、やっぱりちょっと重たいっていうのは一昔前のキューブのファルクみたいな感じで、回りきってくれなくってなんか引っかかるとか、なんかそういった感じの、ここが重たいっていうキューブが私結構苦手なんですよね。だから RS3M2020 とか、ファルク苦手とか言いながら好きなんですけど、あれは良くなったんで DNM とか挿せば良くなったし、2500回転ぐらい超えたらですね、もう本当にすごく良くなったんで。ただ初期状態のファルクとか、あとは結構ペタッとしてるサンダークラップとかですね、そういったキューブってここが重いんですよね。ここがキッキッキッキみたいな感じで、そういったキューブっていうのがちょっと苦手な傾向があって、早々にマグレブに変えたんだけど、紫カップのマグレブって以前お話しした通りバネみたいな感じのこう重さというか、マグレブなのに、やや重い、そういった感触になるパーツなので、なんか逆にね重くなったんですよ。重くなったっていう表現はおかしいんだけれども、ややなんかこのキューブにある柔軟性というのがなくなってしまって、先ほどスプリングに交換したんだけれども、いやスプリングの方がいいじゃんみたいな感じで、スプリングで回すことになったんだけれども、ややねやっぱりちょっとマグレブキューブに最近手が慣れてるっていうのと、もう一個これですよね。UFO 型の方がですね、これはエッジにもマグネットが入ってて、ここの反発がめっちゃ強いというのは置いといて、これ入ってないからね、入ってないし磁石取っ払ってるんで、こんな感じで全然ホーミングとかないんだけど、ここ軽いんですよ。UFO 型 UFO 型の方がですね、ここって本当に軽いんですよ。だからここの、摩擦がないということによってですね、初動というのが重かったとしても、ここでなんかこう加速してってくれるっていうのがあるので、結果すごく回転を軽く感じるんですよね。ですけど、ここの中間層が重たいキューブっていうのは、接地面のマグネットとかコアマグネットが弱かったとしても、なんかこうなかなか向こうに行ってくれないなみたいな感じで重たいという風に感じてしまうんですよね。で、厳密にはこのキューブは重たくないです。重たくないです。全然重たくないんですけど、でもこれちなみにネジを初期状態から1回転、緩めてる状態なんだけれども、U2 なんですよね。そこまでめちゃめちゃ軽いっていうキューブでもないんですよ。なんだけれども、重たいという表現は厳密には違います。違うんだけれども、ここの摩擦がね、あるかないかっていうので、やっぱりちょっとこう、回りきってなかったり、押し込みだなんだとか F2L をやっている時にですね、なんかこっちのキューブとかだったらもうパッとこうやって終わってるのにまだ終わってないみたいなっていうので、もう終わってる体で次行こうとしてるのにまだ終わってないから引っかかっちゃうとか、PLL とかもそうですね。そういったところがあって、なんかねみたいな感じだったんですよ。机の感じから分かる通り日が変わってます。めちゃめちゃ回しましたパーツ交換したりうんぬんとかそういうのをやったりして、実はねこれ日またいでます。
それぐらいすごい回したんですけれども、ちなみにいいキューブですよ。いいキューブなんだけれども、初代の V5 というのを私は使ったことがあるので、レビューもあるんですけれども、それと比較をするとですね、コアマグネットの磁力というのがちょっと強くなってるよということ以外は、面とかはね、これぐらいだったような気がするんですよね。初代の V5 って V9 がすごくおとなしくなったというような印象があったんですけれども、いやなんか面強い気がするな、磁石。もうキンキンでレビューをしたフェローコア V2 によく似てる感じです。これがってわけじゃなくて、11とフェローコア V2 という違いに対して、初代のボールコア V5 とこの子というのが同じ感じですね。うん。だから初代の V5 というのがややマグネットが全体的に弱め、接地面もコアマグネットも弱め、それに対して接地面とコアマグネットがちょっと強くなってるよという感じの仕上がりになってるので、V5 がすごい好きっていう方は多分重たいという風になっちゃうと思うので、あまりおすすめはしないですね。ただ V9 とか、V10 とかかな、その辺のホーミングがこうやってしっかりあった方がいいよとか、あとは11とかだと面の磁石弱すぎてというような人、その方であればこの55.7とか56ミリぐらいのちょっと大きめサイズっていうのが苦手でなければ、このキューブは結構いいキューブになってくるんじゃないかなというのがあるので、私は紫カップを入れて失敗したなと思ったんですけど、青カップ、これ元々入ってるの青カップなんですよ。なので青カップの中に単純にマグレブ入れちゃうという風にするとまた感触変わってくるんで、紫カップだと重かったです。で、かなり直線的になったので、このキューブ自体にある柔軟性っていうのが失われてしまったので、これはちょっと違うなと思って、マグレブル回してる回数の方が多かったです。全体で400回転ぐらい回してたんだけど、マグレブル回してるのが250ぐらいは回してたかな。で、なんかこう、ここの面のところに潤滑剤をつけたらですね、そこそこわかります？ガサガサみたいな音なくなったでしょ。こういう感じになったので、バネでもいけるかなと思って、もう一回バネに戻したんですよ。もともとの青カップの中に、マグレブ入れたら、おそらく V9 とかそういうのじゃないけど、もうちょっとなんかこう、パツンパツン回っていく感じなので、理想としては、もしかすると青カップにマグレブ突っ込んだ方が、私は今のなんかこういうマグレブだったり、UFO 型のキューブというのに慣れてる手の状態からすると良かったかもしれないですね。なので、キューブ自体が、何かしら問題があるということは全然なくて、V5 自体がね、すごく評判もいいし、性能もいいキューブなので、それをそのまんま引き継いで、コアの状態とか、そういうのがちょっと変わってるよというキューブになってるので、ご購入したい方は安心して購入できると思います。これ8回転締めみたいな感じだけど、パーツ取れないんですよ。8回転からさらに2回転ぐらい緩めないと、先ほど緩めてね、取って潤滑剤をつけてたところでお見せした通り、緩めないと取れないぐらいなので、結構ポップ耐性とかも強いしいいんじゃないかなというところですね。で、私が結構天の弱なので、例えばフェローコア V2 とかめっちゃいいなっていうキューブあるんですよ。あるんですけど、こういったね、安い、なんかいまいち M とかめっちゃ重くて使いにくいなみたいなキューブをなんとか使いこなそうという人なので、もうこれ UV コートがね、ちょっとところどころ剥げてるんですよ、エッジのところ。それぐらい結構使い込んだり、あとは、こういったね、もともとボールコアとかが入ってない V9 を自分でボールコアにカスタムして、使ってみてとか、そういった変なキューブを使うのが好きな人なので、こういったね、これ変なキューブってわけじゃないんだけど、私にとってはあまり言うことを聞いてくれないキューブ。好き。多分これね、V10 的ポジションになる気がします。V10 も一番最初、とか思ってたんですよ。なんか、エッジのポップ体制の部分とかめっちゃ平べったいし、あれめっちゃ引っかかってるよねみたいな。なんかどうなんだろうな、どうなんだろうなとか言いながら、グーフォンプロの方がいいよねとか思ってたんだけれども、なぜかずっとここにあったんですよ。で、6ヶ月ぐらいずっと使ってて、本当に V10 自体がいいキューブに育ったのでね、V10 はすごくいいキューブっていうところなんだけれども、これはね、その時の使い込んでない V10 にすごく私の中では印象似てますね。個人的にこれだったら、皆様持ってる方も多いと思うんですけど、普通のボールコアのやつを買った方がいいかもしれない。というのは、あれそんなに癖なかったんですよ。
で、じゃあこれが例えばじゃあめちゃめちゃマグネットが強いかとか、なんかこのオートフォーミングが癖がありすぎて使いにくいのかっていうとそういうわけじゃないんだけど、V5 でもうちょっと、このアシストみたいなのがあったら嬉しいなとか、V5 は磁石とか調整できないんで、もうちょっと磁石強い方がいいなというのがあるのであれば、こちらのキューブというのは面は予想です。面は予想。多分何カクカクしてなかったと思うんだけど、面とコアマグネットは確実にこっちの方が強いですね。なんだけど、面どうだろうな。でも一応両方ともボールコアの V5 よりは強くなってるという風に伝えておきます。V5 の磁石強い版が欲しいという方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり誠にありがとうございました。中身めっちゃ綺麗だからね。それだけでも買う価値はあるんじゃないかな。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今回も予想通り違うキューブを開封したわけだが、ところでフーゴ、一体何を作っているんだ？はい、ブチャルティ。本日は非常に質の良い上質なマグロの柵が手に入ったので、そちらを使って本日の料理名ホワイトアルバム氷点下のカルパッチョを作ってみようと思います。誰がどう見ても火通ってるじゃねえか。食べる人を凍らせるほど冷たいが味は最高という矛盾した料理です。ソースにはお醤油とみりん、このとても優しいお味の中に激辛のわさびをぶち込み、時間が飛ばされるほど煮込んでおります。まさにキングクリムゾン。そしてこのほぼ生といえるマグロの柵に先ほどカリッカリに揚げたニンニクチップを乗せ、じっくり煮込んだソースをかけ、ブラックペッパーに追いわさびをぶち込み、完成したお品がこちらです。召し上がれ。もちろん隠し味にはパープルヘイズを忘れておりません。みんな死んじまうじゃねえか。さあいただこう。